はい。今回はですね、機材のレビューを、少しね、していきたいと思いますが、普段ね、建築写真ばっかり撮ってる自分が、どんな機材を使っているのかっていうのをちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。主にね、広角レンズであったり、フルサイズのカメラであったり、様々な機材をね、所有しているんですが、それをね、どうやって皆さんにね、うまく伝えられるか、ちょっと初めての経験で緊張もしてますけれども、ぜひ最後までよかったら聞いてもらえたらなと思います。ところで、皆さんね、カメラの機材ね、たくさん持ってる人も世の中いっぱいいると思いますし、中にはね、どの機材を手にしたらいいかどうかっていうのをね、迷っている方もたくさんいると思いますが、やはり、僕もそうだったんですが、何もわからないでね、その場その場のね、直感とか感覚で手にして買ってしまうと、正直言うと、無駄なお金を失ってしまうという、安物買いの銭失いなんてよく言葉でやりますけれど、そんな感じになってしまうので、そういったことにね、ならないような僕の経験則を踏まえて皆さんにもよかったらお伝えできたらなと思ってます。まず僕の場合は建築専門のカメラマンをやってますので、皆さんにはね、広角レンズ。ですからね、建築写真っていうと建築だけと思われがちかもしれないんですが、意外とね、風景写真とよく似た撮り方になるので、風景写真をね、日頃撮っておられる方にも、参考になるのではないかなというふうに思います。これからですね、いろいろな機材をレビューしていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録して今後のね、レビュー動画も参考にしていただけたらなと思ってます。それでは最初に、お伝えしていきたいレンズは、建築写真としてのレンズではね、もう必須の超広角レンズ EF1124F4L というね、ズームレンズになります。11mm という超広角レンズになりますので、もうとても画角の広い、約130度近くのね、画角まで撮れますので、これね、間違っちゃいけないのは魚眼レンズではないんですね。魚眼レンズとよく間違えられるんですが、魚眼ではないんです。これ見てください。レンズは魚眼に見えますが、歪まないんです。歪曲しないというね、とても、素晴らしいレンズの一つなんですが、このレンズをですね、うまく使いこなせる人が建築写真家ではないかなと思います。歪みというよりか伸びてしまうので、これを嫌う人はね、あえて使わない画角のレンズではあるんですが、僕自身は広角というのがもう大好きで、建築写真ならではの広角撮影ができますので、ぜひこいつをね、建築撮りたいなと思う人は手にしてほしいレンズの一つかなというふうに思ってます。ただし、値段がそれなりにします。キヤノンの公式サイトでは、税別45万円ですからもう約50万円近くになります、税込みで。ただ、一般のね、実売価格で言うと大体35、6万円から8万円ぐらいになりますので、それでもね、安いレンズではないですから、それなりの高額なレンズとして、一つね、貴重なレンズとして、思っていただければなと思いますが、やはりね、建築写真撮るには絶対的に必要な僕はレンズだと思ってますので、一番使うレンズですので、もう実はね、今もね、メンテナンス中で、これはね、CPS からね、今代替機としてお借りしているレンズなんです。たまたま今そんなタイミングで撮影をしてますけれども、ぜひこいつの詳しい内容もね、ちょっと紹介していきたいと思います。仕様はですね、画角は正確には126度までの画角が撮れます。それからレンズ構成は11群16枚というレンズ構成。それから絞り羽数は9枚ということですので、一般的な数字かなと。で、絞りは22まで、絞れます。で、最短撮影距離が28センチまで寄れますので、比較的寄れるんですが、超広角ですので、撮影倍率はね、0.16 倍までにしかなりませんので、決してマクロのような撮影はできませんが、それでも比較的近寄ってね、撮れる方のレンズではないかなと思います。で、残念なのは、この花形フードといって、わかりますかね？こういうフードガタガタになってますよね。こういうフードですので、フィルターが取り付けができない状態になっています。フィルターをやはりどうしても付けられないんですが、キヤノンさんちゃんと考えてくれてます。この後ろにね、後部挟み込み式という形でフィルターをね、差し込むことは一応できるような仕様になってますので、実際には、問題にはならないかなと思います。で、あとはですね、これ重さがね、なんともう1キロ超えるんですね。1180g という重さのレンズになりますので、実際に
僕は普段アルファをね、使ってるんですが、使うとこう見ていただくようにもう前の方が重たいというね、こんなアンバランスな感じにはなってしまいます。実際にはちゃんとしたキヤノンのね、DX 系のね、カメラとか 5D とかにつけた方がバランスはいいのかもしれませんが、まあそれでもですね、このアルファにバッテリーグリップつければ、そんなに前にのめりになってしまって本当使えないとかっていうものではないですので、まあその辺は問題なく使えるというふうに思ってますし、まあ、僕自身これで撮影で困ったことは今のところありませんので大丈夫かなと思います。はい。で、実際にですね、この11から24までズームになります。で、24mm というと一般的な広角レンズ。で、11mm まで行くとですね、これ、ズームレンズの、他にもね、シグマさんが出してる1224っていうのもありますし、今度ソニーも1224を出すんじゃないかなんてね、言われてますけれども、まあ、それよりもキヤノンさん頑張ってね、11mm までの超広角で作ってますので、まあ、今のところこれより広角になると、10mm というね、特殊な単焦点レンズがありますが、ちょっとね、メーカーさんがキヤノンじゃないということでね、僕が購入を渋ってますので、まあ、今のところこのキヤノンの 11-24mm が一番広角で綺麗に撮れるレンズだというふうに思って、使ってます。ぜひ風景写真にもね、これいいと思います。非常にフレアもね、少なく撮れるんですが、ただちょっと残念なのは今ね、メンテナンス入れてるのも中にね、ホコリチリが入ってしまって、そのホコリチリがどうしてもですね、フレアを拾ってしまって、性能的にね、良くなくなってしまうので、僕の場合はもう定期的にメンテナンスにも出している最中です。皆さんもよかったらね、この11-24F4L というね、キヤノンさんのレンズ一度手にして、超広角レンズの特殊なね、絵をね、楽しんでいただけたらなと思います。実際にじゃあこのレンズを使って撮った写真をね、何枚かね、お見せしたいと思います。はい、まずはこちらです。で、次に、こちら。はい、次はこの写真ですね。どうですか皆さん。広角ってすごいですよね。こんだけ広く、見えるようになりますので、ズームしてね、撮るのも当然ありなんですが、ズームしても 24mm というね、これ一つで超広角から広角まで十分対応できるレンズとしては特殊なレンズですので、ぜひね、一度使ってみてください。